それでは、チームの発表をさせていただければと思います。よろしくお願いします。で、まず本日のアジェンダなんですけれども、2名で発表させていただくんですけれども、自己紹介、最初させていただきまして、個室の中でも特に経理チームっていうところで、経理チームでどのような形でクロードコード、AI を活用して業務を行っているっていうところを説明させていただきまして、どのような形で運用しているかっていうのを含めてお話しさせていただければというふうに思っております。自己紹介なんですけれども、今私、佐藤と申しまして、スカラで経理マネージャーをしております。最初、監査法人とか行って、いろんなスタートアップ見て、今スカラ2年スカラに入社しまして、今2年ほど経理のところでやっております。よろしくお願いします。工藤玲と申します。私は前職で理事法人で最年間従事しておりまして、現在はスカラーで経理担当者として勤務しております。本日はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。あと前提というか、この後にいろいろ出てくるんで、先に説明しておくと、経理チームで使っているツールとしては、いろいろあるんですけど、今回話すところで言うと、会計システムとしてはフリーを使ってまして、で、AI としてはプロメインなんですけど、あとはゲームも使っているっていうところです。今回エンジニアの方の参加多いかなっていうふうに思うんですけど、経理チーム、個室チームに関しては、エンジニアで、エンジニア経験者はいないっていうところで、どういうふうに使ってるかっていうところを発表させていただければと思ってます。で、最初ですね、ちょっと初歩的なところではあるんですけど、今、経理チームとしては、1ヶ月、2ヶ月くらいですかね、クロードコードを使って業務を進めているんですけれども、基本的に経理業務と AI の練習はかなりいいっていうところで、そこの説明からさせていただければと思っております。で、その通りなんですよ。経理業務の特徴としては、バックオフィス全般にも言えるところなんですけど、業務のインプット情報っていうのは基本的に明確になってまして、それに対して確認であったりとか、照合とか、入力作業とか検知作業っていうのを日々ルーティン化やってます。で、アウトプットのものについても、基本的には定型的な内容が多くてですね、仕分けであったりとか、あとは何かしらスプレッドシート作ったりとかっていうのが、経理業務の特徴かなというふうに思います。9割方、こういった業務、ルーティンでやっているのが、経理業務になっていますと。で、一方でクロードコードが得意なところで言うと、インプット情報とかの正確な読み取り、照合ですね。最近 OCR の精度も相当上がっていまして、人間が読むよりかなり正確に早く照合したりとか、読み取りとかができるようになっているかと思います。で、二つ目としては、決まった今日、皆さんお使いだからわかるかなというところですけど、大量に高速に決まった作業をさなきゃっていうところ。で、最後、アウトプットに関しても、指定されたものであったら、確率的にアウトプットが出てくるっていうところが、AI の得意なところかと思いますので、ここの部分で、経理業務と非常に相性がいいなっていうところで、ちゃんと言ってます。で、皆さん馴染みがあるところで、今回一個だけ説明させていただいてっていうところで、経費生産のチェックっていうところなんですけど、経理業務でイメージしやすい、かつ皆さんも各社のワークフローのシステムがあると思うんですけど、インプットとしては、経理目線で立ったときには、各従業員さんが上げてくるようなワークフロー、申請内容であったりとか、それに領収書が添付されてたり、あとは会社で経理規定等々、構成規定等々もあると思うんですけど、その規定とか会計ルールっていうのが作業する上のインプット情報になっていて、で、作業としては、人がやるところはもう正直最終的なアウトプットの判断と例外処理の判断なんですけど、この後詳細説明しますが、領収書の OCR であったりとか、申請名、照合である。で、問題ないかっていうのを作業してもらって、最終的なアウトプットとして、申請差し戻しであったりとか、コメントとか、支援判断ができるような、そんな、インプットと作業とアウトプットの分けるとそうなると思います。で、ちょっと文字小さいんですけど、具体的に経理チェックっていうところでインプットっていう意味で見てみると、フリー会計率と MCP をすべて開放しているので、フリーの情報っていうのは、クロードがすべて読みいけるんで、インプット情報としてこういった感じでの画面になってるんですけど、インプット情報を読み取りますと。で、フリーに添付されている領収書であったりとかも、MCP サーバー経由でダウンロードして、勝手に OCR して、領収書で必要な情報
を読み取ることができますっていうところが、経理のこのインプットになりますね。これ、交際費の例なんですけど、で、チェック作業に関しては、基本的にはフリーの内容、申請の内容と、あとは領収書、お支払いの情報を照合して、事前の申請とかも必要で、そこに紐付けあるかとか、社内金と比べてどうなってるかっていうのを、クロードにチェックしてもらってます。で、今、左のところだと、だいたい一致してるような形で、クロードの作業の照合結果が返ってきてるところですね。で、アウトプットとしては、結論これは承認してもいいやつなんですけど、プログラム結果としては別で承認していいですよっていう結果に返ってきますと。で、基本的にここまでの作業については、今、1件だけ共有させていただきましたけど、従業員が日々、経理生産上げてきて、それに対して経理側でチェックして差し戻したりとかしてるんですけど、ここの作業大体もう、ほぼほぼ99%くらい精度で勝手にチェックしてくれて、最後、我々の方で、本当に承認していいかみたいなところを、クロードがほぼほぼやってくれてるっていうような事例になってます。で、これがあくまで経費生産業務っていうところにおける一例でして、正直他にも経理チームとしては、一旦クロードコードを使うにあたって、手作業禁止っていう領収が一個あるんですけど、なるべくクロードコードを駆使して、日々の経理の業務をやってみようっていうところで試していまして、今のところやってる中で手作業でどうしても必要な業務っていうのはほぼないのかなっていうのが正直なところで、ほぼほぼクロードコードで登録作業、照合作業を含めて行っていることができるっていうところですね。で、今回はちょっとラジオのある経費生産のところを共有させていただきましたと。で、結局、クロードコード何に任せるべきかなっていう話ですけど、今まで繰り返し話してきたところのルーティン的な業務っていうのは、基本的にはやっぱ任せられるんじゃないかなっていうふうに思っております。で、人がやることに関しては、例題扱うとか、最初判断する分のすとか、そういったところが今後やっていくものかなっていうふうに使ってて、思っているところです。で、今までちょっとその具体例的な話をしたんですけど、実際どういう形で運用しているかっていうところです。個人から組織っていう面に書いてあるんですけど、今、1回くらい使ってみてっていうところなんですけど、最初は個人的なところで各経理メンバーが、バックオフィスの担当が、とかが、なんとなく使うのを使ってやってるっていうようなところだったんですけど、それだとナレッジとして社内に溜まっていかないっていうのがあるんで、ちょっと初歩的なところですね。ちゃんとスキル化してチームで運用していくっていうことが大事になってくるかなっていうふうに思ってますと。基本的に、まず個人で試すっていうところで、経理チームでは、基本的に経理のマニュアルっていうのは、スケジュール表もあれば、それに対してのマニュアルももちろんあって、どういうインプットが必要で、それに対しての作業を学んで、アウトプットこれですっていうのは、あらかじめあったっていうところで、まずそれをベースに個人でクラウドコードを使ってどうやったら、今手作業でやってる業務がクラウドコードでできるんですかっていうのを試していくで、クロードコード自体がそのスキルを作成したりとか、そういう業務っていうのも、どうすればいいかっていうのを聞くと、基本的にはスキルとしてこうやって、ナレッジして残した方がいいよねっていう、指南してくれるので、それをスキルとして残しますと。で、それをチームで採用して、で、日々繰り返し改善をしていくことで、スキルを育てていくっていうようなところで、経理チームはそのスキルっていうのを個人からチームで運用できるような形で使ってますと。で、効果的には、もう3つ書いてますけど、この通りのことが起きてるかなというところですね。実際、属人化のところも AI だから逆に属人的じゃないかっていうところもあるかもしれないんですけど、スキルの中身見ていただくと、今まで我々が使ってたマニュアル以上手順も正確に記載されてて、分岐とかも正確に記載されるようなドキュメントが社内のナレッジとして残っているので、そういう意味だと属人化っていうのはかなり低減されたかなというところ。あと作業品質も、全部かなり高くてですね、品質がかなり担保されています。で、工数に関しても、さっきの事例で経費生産、うちの会社だとまだ40問程度なんで、コスト削減って言ってもそこまで
効果ないのかもしれないですけど、それは10倍、1000人とか、そういった人数規模になってくると相当なコスト削減が見込めますし、これ、適正災害のところで使ってるんで、かなり経理業務っていうのは楽になってるのかなということです。で、ちょっといろいろ話は見たんですが、実際今、私、経理マネージャーとして、スカラーで携わってるんですけど、実際その、いろいろレビューとかしたりすることもあるんですけど、実作業自体はもう、研担とメンバーに、クロードコードを使って業務やってスキル化っていうところは任せていたりするので、ちょっと現場目線で、今、工藤がいますけど、経費精査チェック以外で使ってる業務はとか、ちょっとここ大変だったなっていうところを、簡単に聞ければなと思ってるんですが、工藤さんはどうですかっていう。そうですね。他の業務で行くと、仕入れ先などから受け取る請求書の処理であったり、あとは売上の入金の管理、確認ですね。あとは、実際に仕分けの企業自体のクロードコードにお願いすることもあります。で、請求書の確認については、先ほどお伝えした経費精算とプロ自体は似ているんですけれども、受け取った請求書の内容をクロードに読み込ませて、で、その内容は金額などを日付、それぞれを確認させて合っているかをチェックして、問題がなければ振り込みを実際に行うってところをやらせています。で、ここも先ほどお伝えしたんですけれども、かなり精度が高いので、日付、金額、あとは内容、それぞれを正確に確認して、もし判断に迷う部分があれば、勝手に承認などはせずに有害に確認するようにしているので、かなり品質は保たれているかなと思っております。ありがとうございます。実際に使ってみて、ここ大変だったなっていうと、それあります。多分、ここ1ヶ月くらいで、ちゃんと使っていこうっていうところにやってきたと思うんですけど、どうですか？そうですね。やっぱりどこまで人がやって、どこを AI に任せるのかっていうところが一番難しいかなと思っております。AI のアウトプットの流度がかなり重要になってくるかなと思っておりまして、細かすぎたり、あとは逆に大雑把すぎて、確認の手間が増えてしまうと、逆にプロが増えてしまって無駄になってしまうっていうところもあるので、そういったところはスキルでしっかりと定義してあげて、品質と一斉に保つっていうところが重要だなと思っております。まだまだ個人として使えてない部分もあるんですけれども、スキルをチーム内で共有して、で、少しでもより良くするためのブラッシュアップを行って、スキルを作り上げているような状況になっております。はい。ありがとうございます。じゃあ、時間的にまとめのところですけど、3つですね。で、まず、業務を構造化するっていうふうに書いてますけど、ドキュメント化しましょうっていうことですね。で、作業するにあたって、どういうインプット作業、アウトプットがあるかっていうのをちゃんと整理していただけると、それを読み取って、このコードがどこがやればいいかっていうところも見えやすいっていうところで、そこが大事になってくるかなと思ってます。で、フローと人の役割を分けるって書いてますけど、基本的には例外処理、最初判断以外はスキルを育てていくと、クロードコードがやってくれるようなところが、今、一回使える業務に使ってみての感想でして、ここの部分はなるべくこう全部 AI にやらせて、最終的にはチェックやっていた例外処理とかの判断を人がやっていくっていうのが大事かなと思っています。で、最後、これはエンジニアの方だと当たり前なのかもしれないんですけど、我々としてもスキルとしてちゃんと磨いていって、そこを管理してチームで運用していくっていうところで、仮に誰かが体調悪いとかで休んでしまっても、このスキルを使えば、業務としてはいっぱいありますよねっていうような世界観が実現できるかなっていうところで、ここはちゃんとチームで運用していくのが大事になってくるかなっていうところが最後のまとめです。今回、経理業務のところを発表させていただいたんですけど、抽象度を挙げると、そのルーティン業務に関しては全て同じことが言えるかなっていうふうに思いますので、皆さんも日々ルーティン業務をされているかと思いますので、こういった考え方を利用しつつ、よりコードコードを使って業務の時間を生産的にやっていくっていうところを教えていただければなと思っております。というところがまとめです。では、発表に関しては以上です。